ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、Kiss-My-Foot2 I Miss You ミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ、キスタンの皆様お待たせいたしました。本日はですね、たくさんのリクエストをいただいた I Miss You、 こちらの歌声分析でございます。そして近日中にですね、先日Kiss-My-Foot2 公式 YouTube チャンネルにて公開されたハーフベイクド、こちらの方の歌声分析動画もですね、公開しますので、ぜひそちらもお楽しみにしていただけたらなというふうに思います。さあ、それで今回の I Miss You 歌声分析したわけですけれども、いや、Kiss-My-Foot2 の表現力が素晴らしすぎましたね。同じフレーズが2回来ても2回とも同じようには歌わず、それぞれのシーンに合った歌の表現をしてるんですよね。今回はね、僕ここがものすごく素晴らしいなっていうふうに思いました。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 Kiss-My-Foot2 I Miss You 歌声分析 GO!じゃあ歌い出しから流します。宮田くんの甘い声から始まるんですね。すごく鼻の鼻腔共鳴の響きがよく出ていますよね。鼻の響きっていうのは声の音色をコントロールするポイントなんですけど、歌声の多くを鼻に入れることによってこのね、甘い雰囲気を出してるんですよね。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。会えないたびに募るこの思い、こんな感じかな、僕がやると。で、声量としてはすごく小さめに出してるような感じがしますね。声量を大きく出しすぎてしまうと、この甘い雰囲気っていうのは出てこないと思うので、おそらく囁くように歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。で、曲調がですね、こうちょっと弾んだようなニュアンスありますよね。ドン、バン、ストッドドン、バンみたいな。多分こういう基本のリズムパターンだと思うんですけど、ここにしっかりと歌のリズムがはまるように、軽くなんですけど音を切るテクニック、スタッカート、これを使ってリズム感を表現しています。次いきますよ。いいですね。で、声の雰囲気としては甘い雰囲気なんだけど、どことなく寂しそうな雰囲気じゃないですか。この寂しい雰囲気を何で表現しているかっていうと、顔の表情になります。顔の表情っていうのは声の雰囲気にものすごく影響を与えるポイントで、明るい表情で歌うと明るい雰囲気になりますし、暗い表情で歌うと暗い雰囲気になるんですよね。なので宮田くん、おそらくここのポイントはですね、暗い表情を作って歌をレコーディングしたんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。もう会えないって分かってんのにみたいな感じの表情かな。僕がやると寂しそうな表情だったかはね、ちょっと分かんないですけど、これを明るい表情でやると、もう会えないって分かってんのに、こんな感じの声になるんですよね。もう聞いて本当にそう思ってんのかよって感じしませんかっていうぐらいね、顔の表情で声の雰囲気って一気に変わってしまうんですけど、さすが宮田くんですよね。うまく表情の雰囲気を使って感情表現をしているポイントかなっていうふうに思います。次いきますよ。いいね。やっぱ横尾くんの声も好きですね。僕はすごく人間味あふれる声の雰囲気というかね、
これはどういうふうに声の響きを作ってるかっていうと、口の中の口腔共鳴、この響きがメインの歌声ですね。鼻の音色をですね、あまり使っていないので、声質的にはキラキラした成分が少ないんですけど、口を中心にすることによって普段会話で使ってるような声の雰囲気がですね、歌声に乗ってくるんですよね。そうなってくるとすごくね、横尾くんの本来持ってる声の魅力が歌声に乗ってるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。すごいいい声ですよね。もう一回聞いてみましょう。で、口を前に突き出すような感じで歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。なんか言葉の発音のタッチがそういうふうに聞こえて、僕にはアルバムの中で笑う姿にみたいな、こんな感じの雰囲気を、もうちょっとね、口を前に突き出したような質感を僕は感じるんですけど、これがね、横尾くんの素晴らしい個性なのかなっていうふうに僕は思います。次いきますよ。いいね。で、全体的にうっすら声にザラザラしたようなハスキーな雰囲気もありますよね。ここに僕はね、男らしさを感じます。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。こういうね、人間味が溢れた感じの歌声を聞くと、ラップもね、聞いてみたいなっていうふうに個人的には思うんですけど、そう思ってしまうぐらいかっこいい声ですよね。次いきますよ。現在使われておりませんですと。ですと。日本語合ってますか？ I miss you。私は寂しいっていう意味かな。タイトルとね、今の現在使われておりませんっていうアナウンス、好きな人とも連絡が取れないような状態ってことかな。失恋ソングってことかな。I miss you は。次いきますよ。わあ、いいね。千賀くんのラップですね。で、個人的には千賀くんの声の魅力は鼻の使い方だっていうふうに思っていて、やっぱりセクシーな声からかっこいい声までね、幅広い声質を鼻でコントロールするタイプの歌い手かなっていうふうに思ってるんですけど、この部分のメロラップもやっぱり声の成分としては鼻の成分が多いですよね。で、千賀くんの前に歌った宮田くんも横尾くんも共通してる部分なんですけど、さっきね、説明すればよかったですね。すいません。胸のですね、胸腔共鳴、こちらの響きも使ってるんですよね。胸腔共鳴の響きを使ってるけどメインになってるのが鼻だよとか口だよとか、そういう風な意味合いで説明したっていう風に思っていただければなっていう風に思うんですけど、千賀くんはですね、鼻と胸の響きが同じぐらいの割合かなっていう風に思います。すごく男らしい雰囲気も出てるし、声に色気もあるじゃないですか。それプラス今のメロラップのところなので、全体的に少し強めなスタッカートを入れて躍動感を作り出しています。もう一回聞いてみましょう。いいね。子音も強めに発音していますよね。子音を強めに発音することによってアクセントって言われる強い音が生まれるんですよ。このアクセントを作り出すことによってスタッカートで作った躍動感がね、さらに弾んだようなニュアンスに聞こえてくるというか、そういう細かいテクニックも使ってるポイントですね。さすがですね。次いきますよ。いいね。途中でね、エッジボイスってこの音が入ったポイントがあったんですけど、その瞬間ね、一気に切なく聞こえますよね。で、今のところは先ほど言った子音を強く発音してるっていうポイントが何箇所も出てきたので分かりやすいかなっていうふうに思うんですけど、あったり、この他の発音ですね、結構強めに出てるんで、そこ注目してもう一回聞いてみましょう。ほら、
二人泣いたりみたいなね、今あんまりエッジの音僕出なかったですけど、フレーズのね、後半にこのエッジが入ってくるとね、ワンアクセントになってすごく聞き応えがありますよね。次いきますよ。今の心がぽっかり感じたことないこの感情なくして気づく君への愛情。いいね。今回は千賀くんのラップがものすごくたっぷり聴ける曲なんですね。で、ここのポイントはさっきのフレーズとは対照的に躍動感をあまり表現していないようなメロラップですよね。もう一回聴いてみましょう。今の心がぽっかり感じたことないこの感情なくして気づく君への愛情。全体的にこうまったりと聴けるラップっていうかね、シーンがガラッと変わったような雰囲気がまたたまらないですね。次いきますよ。今気づいたんですけど、先ほどから言っている子音の発音の仕方、英語の子音っぽい発音を意識して歌ってんのかなっていうふうに思いました。日本語っていうのは子音が弱い言語なので、世界的に見るとものすごく曲に乗りにくい言語だっていうふうに言われています。じゃあどんな言語が曲に乗りやすい子音なのかっていうと、やっぱり英語とかね、そういう普段の日常会話から子音が強く出るタイプの言語っていうのはものすごく曲に乗りやすいんですよ。なので結構日本語の子音を英語の子音に近づけるような感じで歌う歌い手さんすごいいっぱいいるんですよね。千賀くんもしかするとそのテクニック使ってるかもしれないです。もう一回聞いてみましょう。やっぱり強く発音してるアクセントのところがすごくこう前に出てきますよね。タをツァって言ったりとか、作業の S のシーンをスっていうこの音を強く出したりとか、そういうね細かいテクニック使ってます。次いきますよ。いいね。二階堂くんも口の中の口腔共鳴をメインで使うタイプの歌い手ですよね。なので横尾くんと同じように人間味が溢れるね、こう自然な感じの歌声かなっていうふうに思います。でやっぱりね、二階堂くんさすがですよね。言葉がね、めちゃくちゃ聞きやすい。一言一言がね、すごいくっきりと浮き出て聞こえてくるというかね、もう一回聞いてみましょう。いいですね。ザッ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 みたいな感じですごくアタックも強い言葉の発音の仕方をしていますし、めちゃくちゃかっこいいですね。次いきますよ。そして音域的にものすごく低い音なのに声が重くならないですもんね。普通だったらラーラーとかいう風な声の雰囲気になるんですけど、二階堂くんはですね、低い音も声のイメージを口中心にしてるんですよね。で、声の性質上低い音になればなるほど胸の響きが強くなるんですよ。そうなると先ほどみたいにラーラーみたいな感じに声が重くなるんですけど、口を中心にすることによってこの重い雰囲気を取り除くことができるんですよね。ラーラーラーみたいな。全然声の雰囲気変わってきますよね。二階堂くんそのテクニック使ってますね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、変わら。ここの音ですよね。すごく低いのにものすごくねこうすっきりとした雰囲気が出ています。この低い音ですっきりした雰囲気を出して歌うってかなりね難しいテクニックなんですけど、さらっとやってますよね。素晴らしいです。次いきますよ。いいね。で今回の玉森くんはですね、胸と鼻が中心なんですよね。この2つを同じぐらいの割合で使ってるっていうか、男らしいすごく太い感じの声質を鼻に入れることによって色気も出してるっていうかね。普段玉森くんは口の中の口腔共鳴を中心に声作りをしてることが多いので、今回はねこの声をチョイスしたかって思ってすごいびっくりしてます。もう一回聞いてみましょう。最初のねエッジボイスもねすごく切なくていいですよね。
会えない。ここはね、これがいいですよね。次いきますよ。ものすごいいっぱいエッジボイス使ってますね。まだ I miss you みたいにここだけでも2回使ってますからね。めちゃくちゃ切ないですね。もう一回聞いてみましょう。今回はね、エッジボイスがテーマなのかな。素晴らしいです。次いきますよ。いいね。やっぱ藤ヶ谷さんは安定感がすごいですよね。胸の胸腔共鳴が中心の歌声なんですよね。胸を中心にすることによってやっぱり男らしさがものすごく出ますし、で胸の響きっていうのは歌声の土台となる部分なので、やっぱりね、歌声の安定感がすごく出てくるんですよ。藤ヶ谷さん、その声の出し方を使ってますね。で、玉森くんとは対照的にエッジボイスを入れなくて、ストレートな歌い方をしてる。これがね、またね、すごく心に響きますよね。もう一回聞いてみましょう。アルバムのみたいなね、こんな感じの声の出し方かなっていうふうに思うんですけど、すごくいいですよね。次いきますよ。いいね。今、ベイベーって言ってるところ途中で止めてしまいました。ごめんなさい。最後の最後で、ウィスパーボイスっていう声に息の音を混ぜるテクニックを使って、囁いてる雰囲気を表現してました。ここいいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。ほらほら、ベイベーみたいな、すごく色気がね、半端ないポイントですよね。最高ですね。次行きますよ。お、電話シーンだ。今回はね、アナウンスがないんですね。何かまたあるのかなって思ったんですけど。次行きますよ。そして二階堂くんのラップパート。ちょっと声がね、明るくなったような雰囲気がするんですけど、ここで表情を少し明るいような感じの表情を作って歌ったのかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。そんなにこう、にって笑った感じではないんですけど、ちょっとこう、ごめんなさい、なんか今変な表情になっちゃいましたね。ちょっとだけ笑ってるみたいなね。逆にその少しだけ明るい雰囲気が寂しさを増幅させてるというかね。寂しさだったり悲しみっていう感情をね。なんか昔僕が感情表現についていろいろ勉強してる時にですね、悲しい雰囲気の時に明るい声質を使うっていうのは感情表現としては痩せ我慢っていう感情表現になるんだよっていう風に教えてもらったことがあって、今ね、二階堂くんの声を聞いてそれを思い出しちゃいましたね。次いきますよ。いや、ものすごく染みますね。感情表現も最高ですね、二階堂くん。もう一回聞いてみましょう。やっぱりね、この人間味あふれる声の雰囲気がさらに感情が伝わってくる要因になってるというかね、素晴らしい声ですよね。次いきますよ。ここでリズムの躍動感がこう出るような歌い方に変えていますよね。混ざり気のない君への愛情、今届けたい僕なりの感情、この気持ちの躍動を歌の雰囲気で表現してるのかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。こうなんか縦にこうタン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 みたいな感じのノリを感じますよね。これで歌詞の中のストーリーのこの部分の登場人物の気持ちの起伏を表現してるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。次いきますよ。
でここでこうさっきの高鳴るような感情を抑えて、またこうストレートな気持ちを伝えるような歌い方に変化してますよね。リズムの表現の仕方で感情を表現する、これ素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。声質はほとんど変わってないじゃないですか。やっぱりね、リズムでの表現力なんですよね。素晴らしい。次いきますよ。ここも二階堂くんかな。なんか最初の I miss you でなんか諦めみたいな感情を感じて、2回目の I miss you ででも諦めきれないみたいな感じの強い気持ちを僕は感じました。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、2回目の方がこう強くなってるところで、僕の心の声に気づいてよみたいなね、強い意志を僕は感じたんですけど、皆さんはどういう風に感じましたか？次いきますよ。なんか3回目もあるんですね。3回目の I miss you でなんか決断をしたみたいなね、そんな感じの雰囲気かな。寂しい。でも諦めきれない。そして行動に移したっていうことは、あなたを追いかけに行くよとかそういうことかな。同じ言葉でもね、やっぱり声の雰囲気だったり、歌い方の雰囲気が変わってくると、感じる感情も違いますよね。今はね、そこをね、ものすごく分かりやすく二階堂くんが表現していたポイントかなっていうふうに思います。次いきますよ。いいね。最初に歌った宮田くんのこの同じフレーズだと思うんですけど、そこよりも声の色気がすごいですよね。そして寂しい気持ちもすごく感じれるポイントというか、もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、すごく切ないですね。おそらくあまり口を開いてないんですね、歌ってる時に。口を開かないことによって顔の表情も動かないじゃないですか。そうなってくると寂しい時の顔の表情に近づくんですよね。なので寂しい時に誰かと話している時の顔の表情だったり口の大きさを歌でそのまま使ってるっていうかね、素晴らしいですね。次いきますよ。まだ I miss you、 ここの上がったところのメロディーがね、ものすごく綺麗ですね。もう一回聞いてみましょう。すごく声が優しいしね。この優しい雰囲気もね、鼻の鼻腔共鳴で作ってるんですよね。次いきますよ。いいね。宮田くんから横尾くんにね、パートが変わることによって、やっぱ声のタイプが全然違うじゃないですか。この切り替わりがね、シーンの切り替わりみたいで、すごく聞き応えがあるポイントかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。そこまで強くないんですけど、アクセントをですね、何箇所か入れてるんですよね。それがこの横尾くんが歌ってる歌のですね、躍動感につながってるんですけど、ここがね、強くもなく弱くもなくで、非常に心地いいんですよね。いや、これはね、嬉しい、聞いていて。次いきますよ。ほらほら。いや、ほんと心地いいですよね。これはもうね、狙って出そうと思っても多分出せないと思うんですよ、この雰囲気って。だから横尾くんがね、もともと持っている個性だと思うんですけど、最高の個性ですね。もう一回聞いてみましょう。で、こっから横尾くんから二階堂くんにつながるわけね。なるほどね。個人的には声のタイプとして横尾くんと二階堂くんって同じ
ジャンルの声を使う者同士だっていうふうに思ってるんですよね。なのでここのつながり楽しみですね。聞いていきましょう。ほら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 ってね、意味がわかんないと思うんですけど、声の成分のね、同じジャンルの2人が歌って歌って歌ってみたいなね、このポイントだと僕がさっき言った同じ系統の声っていうのがね、分かりやすいかなっていうふうに思ったんですけど、でもちょっと声に加工が入ってますよね。これ音楽の専門用語ではディストーションっていう加工がされてます。ラジオボイスみたいなね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、ラジオボイスになってますよね。加工がされてるからね、さっき言った同じジャンルの声っていうのをね、ごめんなさい、分かりにくかったですね。失礼しました。次いきますよ。最後の大サビ前のブリッジみたいなポイントですね、今のところ。で、宮田くんの甘い雰囲気から千賀くんの勢いがつくようなフレージングね。この流れもいいですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいかっこいい。これいいですね。で、玉森くんの入りのサビにつながっていくわけね。聞いていきますよ。いいね。あれ、ここで玉森くんまた少し声の雰囲気を変化させたかな。さっきね、鼻使ってるって言ったんですけど、今回はちょっとだけ鼻の成分を少なくして口も使うようになってるかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。男らしさがすごい前に出てる声に変わってるかなっていうふうに思います。最後のサビでこの男らしさを表現することによって強い気持ちっていう部分を表現したのかな。男らしい部分っていうかね、僕はね、そういうふうに考察します。次いきますよ。やっぱ声がすごく男らしくなってますよね。いや、このね、声の使い分けも玉森くんのすごいところですよね。で、バックに入った千賀くんのね、フェイクもまたかっこいい。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、こっから千賀くんが歌うから、さっきのフェイクがあったって感じなのかな。いきますよ。違うね。なるほどね。千賀くんはあくまでフェイクなんだ。今回は玉森くん、藤ヶ谷さんの流れなんですね。失礼しました。もう一回聞いてみましょう。やっぱ聞きやすい声ですよね。で、ここで藤ヶ谷さんもですね、鼻の成分が少し強くなっているような感じがします。声のね、色気が増えたというか。やっぱり各曲のポイントによって声を変化させて表現をしてるんですね。さすがキスマイフット2ですね。次いきますよ。なるほどね。ここ最後盛り上がってますね。最後の最後で少しね盛り上がる。これがねめちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。まず千賀くんのフェイクが藤ヶ谷さんのメインメロディーに対しての下ハモリになって盛り上がって、で藤ヶ谷さんがねこう綺麗に歌っていった最後に玉森くんがちょっと高い音域でワンフレーズ歌うっていうね、最後に少しこの盛り上がるっていうの最高にかっこいいですね。でその後に藤ヶ谷さんがまたトゥットゥルーって歌ってますよね。これが続くのかな。聞いていきましょう。いいね。この雰囲気すごくいいですね。こうトゥールトゥーとかそういうシャバダーとかそういうのってスキャットって言われる歌い方なんですよね。歌詞じゃなくてそういった言葉を使うことによって楽器的なニュアンスを表現するっていう、テクニックなのかな。スキャットなんですけど
最後のね部分あえてスキャットにすることによってこの寂しさをキープしてるみたいなね、そんな感じに僕は聞こえます。次いきますよ。残すところワンフレーズだったんですね。なるほどね。いやー最高でしたね。以上 Kiss-My-Foot2 I Miss You 歌声分析はここで終了です。いやー I Miss You 素晴らしい曲ですね。基本メロディーとして歌ってる部分は全部同じフレーズでしたよね。で合間合間にメロラップが入ってくるみたいな感じだったんですけど、楽曲的には非常にシンプルって言っていい楽曲だと思いますが、Kiss-My-Foot2 のね一人一人の表現力のレベルの高さがですね、この同じメロディーが来たっていう風な雰囲気を感じさせないんですよね。ここが一番素晴らしかったかなっていうふうに思います。同じメロディーを使うフレーズが来ても1番と2番では違う声を使ってるとかね。いや本当にね声の表現の幅が広いですね。めちゃくちゃ素晴らしいなっていうふうに思いました。これからも Kiss-My-Foot2 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。